東京駅にやってきております。ここに盛岡とか仙台とか山形、郡山とか新函館、北斗、そしてこちらには金沢、新潟、長野、そして金沢といろんな方向への新幹線が出ています。今日乗るのははやぶさ19号新函館北斗行きです。これの折り返しがはやぶさ19号です。やっぱり英語系はかっこいいです。一応私の一番好きな新幹線がこれです。今見たのは10号車、そして私が乗るのが1号車ですので、そこまで歩いていきます。上野、大宮、仙台、一ノ関、盛岡、八戸、新青森、奥津軽、今別、木古内、新函館北斗という風に止まっていきます。割と停車駅の多いはやぶさ号ですね。このはやぶさを模したエンブレムがとてもかっこいいんですよね。ここで切符のご紹介です。これが新幹線特急券はやぶさ19号東京から新函館北斗までの切符、そして真ん中が特急券、これがこの後乗り継ぐ新函館北斗から東室蘭までの特急北斗、これが乗車券、小樽まで投資で買っておりまして、しばらく何日かにわたってこれを使う予定でおります。では早速東京駅を発車。東京から新函館北斗まで新幹線に乗るのは2度目ですかね。2度目ですけど、結構ワクワクしますね。やっぱりこの出発の瞬間というのは。この電車ははやぶさ号新函館北斗行き。電車ステーションで自由席はございません。次は上野に止まります。次にこれがもう上野を出るところですね。あっという間、そりゃそうですけど近いんで、上野出てしばらくしますと、これがいつもおなじみの飛鳥山公園、ここから前に新幹線を眺めていました。列車は大宮に着いてます。大宮のこの向かい側の上越新幹線とか北陸新幹線とかが使うホームが何にも行き先が書いてないんですね。この後しばらく列車がないということでしょうか。こんだけ間隔空くっていうのはなかなか珍しいことですよね。大宮を過ぎますと、こうしてスピードを出してだいたい時速275キロ、そこまで加速していくと、こうして上越新幹線や北陸新幹線と分かれます。274キロ、これも十分速いですけど、293キロ、これは位置情報がちょっと不安定ですね。275キロに戻りました。これは利根川を渡っているところです。利根川を渡るとちょっとだけ茨城県内を走る区間があります。駅はないんですけどね。これもうすぐ小山に着くというところなんですが、ここで結構速度を落としまして、170キロ、160キロとか最終的に130キロぐらいまで落ちましたけど、前に山彦がいて詰まってるんですかね。そして小山を通過するところですけど、前の山彦ここにはいませんでしたね。次の宇都宮で追い抜くかなと思います。これが那須高原のあたりの山々でしょうか。でも今日は天気があまり良くなくて見ることができませんね。で、あっという間にもう宇都宮ですね。宇都宮の駅を通過するところで、いましたね、前の山彦。ここで山彦を追い越しまして、ぐんぐんスピードを上げていけるような感じになりました。この GPS の速度計を見ますと343キロ、と思ったんですけど、もちろんそんなわけはなくですね、GPS が不安定ですと出ておりまして、元通りに戻ると315キロと、なかなかの速さで走ってますよね。これが普通に走ってるっていうのがすごいところです。しばらく経ちまして仙台に到着しました。仙台まで1時間半ですよ。信じられます？すごいですよね。いつも仙台で降りるんですけど、今日はここも通り抜けます。仙台の後新幹線総合車両センターが岐阜にありまして、ここになんかいるかなと思って見てみたんですけど、特に何もいなさそうでしたね。 E8 系とかいるかなと思ったんですけど、これ後で分かったんですけど、 E8 系がこの直前に大宮駅で目撃されておりまして、おそらくすれ違ってますよね、途中。これは一ノ関の手前ですけど、一ノ関の街もかなり立派ですよね。利用客も割と多いですよね。線路もたくさんあって、割と鉄道の拠点として使われている側面も多いのかなというふうに感じました。一ノ関に到着です。ここは盛岡のちょっと前あたりでしょうか。この辺りだと雲が目立ちますよね、結構。こ
この後ずっとこんな感じでしたね。奥の山にも雲がかかって、でもこれはこれで美しい景色だなと僕は思いますけどね。この山の向こうが秋田県なわけですけど、その秋田県でかなり大雨が降ったそうでして、川も結構濁っていたりしましたね。秋田新幹線は大雨の影響で現在運転見合わせとなっております。運転再開見込みは立っておりません。詳しい運転状況などにつきましては大変恐れ入りますが、駅の放送案内板または JR 東日本のホームページでご確認をお願いいたします。で、秋田新幹線田沢湖線のダイヤが結構乱れているようでして、これなかなか大変ですね。他のところにも結構影響が出るんじゃないかなと思います。実際出てましたね。これは盛岡駅の手前の雫石川ですけど、結構水の量が多いですよね。濁ってますし、それだけ多くの雨が降ったということです。そして前に列車が詰まっておりまして、ここで停車してしまいました。すぐ動き出しましたけどね。3分くらいだったかな、遅れて盛岡駅に到着したかと思います。ようやくここで盛岡に到着です。長かったなとは思うんですけど、ここからまだ長いですからね。盛岡を出まして、ようやくお昼ご飯と行きましょう。チキン弁当ですね。これ結構安くて美味しいんですよね。チキンライスがありまして、そして唐揚げが4個入っております。で、漬物、レモン汁、スモークチーズなどがついておりまして、結構安いですよ、これで。それからここが二戸を通過しているところ、結構ゆっくり通過しておりますので、ダイヤ乱れの影響なのか、単純に前の列車に追いついてしまっているだけなのかっていうのが気になるところではあります。もうこれが新青森の手前あたりになりますが、奥の景色が全然見えなくなっております。これよくあることなんですかね、東北では。まもなく新青森です。大府線が乗り換えです。そして列車は新青森に到着。ここまで東京から3時間と15分ほど。3時間とちょっとで青森まで来れるってすごいよね。やっぱ改めて新幹線の凄さを思い知らされる旅です。新青森を出発しました。ここから一応 JR 北海道の区間ということになります。車掌さんや運転手さんも JR 北海道の方に交代。6つは見えるかなともカメラを向けてみたんですが、やっぱり厳しそうですね。こういう時もあります。そして奥津軽今別駅にも停車します。この前は停車しませんでしたよね。通過でした。そして奥津軽今別を過ぎると、いよいよ青函トンネル。ここがもう入るとこですね。これですね。これで青函トンネルへ入りました。そして20分ぐらいでしたかね。こうして青函トンネルを出まして、北海道へまたやってくることとなりました。北海道の大地はまた違うなと言いたいところですけど、そんなに今までと変わんないかな。で、与那里市留置信号場も過ぎまして、木古内と停車しまして、これがもう新函館北斗の手前ですけど、ここでちょっと函館山を見ることができました。今回函館にも行こうかなとも思ったんですけど、半年ほど前に行ったばかりですし、こうしてすぐ来ることもできるので、また今度でいいかなと思い、今回はこの先へ進むことといたします。新函館北斗に到着です。ここまで4時間17分の旅でした。新函館北斗に着きました。ここまではね、半年ぐらい前に来たところですけど、ここから先はもう私も行ったことがありませんので、未知の領域に行くというか、そういう楽しみな感じがあります。この後は特急北斗に乗り換えまして、室蘭の方まで向かうことになります。今回はここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。